ティケレットメテジュンです。今回はクイーンワカズ・ステファニー vs エルメイダニーみたいな読み方であったのかなというクランになります。前回ね、チーム忍者とのクラッシュマスターズの第2ラウンドね、対戦してたわけなんですが、その続きで第3ラウンドになります。全部で第3、第4、第5まで勝ち上がることができるとベスト8進出ということで、プレイオフに進出することになります。クイーンワッカーズはね、最初の予選でも15点獲得しているので、この3回目の予選でポイントを取ることができればほぼ本戦出場確実レベルなので、このね、第3回目の予選はしっかりポイント稼いでね、確実に本戦出場を決めていきたいと思います。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい。というわけで早速やっていきましょう。今回もね、クイーンワッカーズ目線でやっていきたいと思うんですが、ファーストアタック、ホッサンから、突イズラバルですね。結構このクランはレジェンド系の配置が多かった記憶なんですけど、そのせいか、星さんが早めに攻めるような形になってますね。さあ、まずはバルーンを投げていって、結構テスラとかも見えつつ、突イズだよね。さあ、援軍も釣れないようなタイミング場所なんですけど、まずは、おい、ツインよ。そこちょっと罠があったら、怖かったところですが、大丈夫そうなかった。これはちょっと上振れましたかね。巨爆小爆セットがあったらね、この立ち位置でやってるので死んじゃうところだったんですが、レジェンドリーグの配置だと思うので、ないの知ってるよって形かもしれないですが。さあ、アイゴレキングではない。アイゴレ、ギリギリしっかりターゲット取っていく。この辺もね、1タゲなんですけどね、ユニコーンの弱体化が効いて、結構 HP 減ってるように見えますね。これはさすがにタウンまでは見てないと思うんですが、援軍処理までしっかりとね、見ていきたいんですが、HP やばい、フリーズ、ナイス、いいタイミング。さあ、フィスト使って、援軍とかのタゲも散らしていきつつ、フリーズまでかけてしっかりと確実にストライカー系をまずは処理していきたいんですが、処理ができてないな。さあ、クイーン、クローク使って早めにもうポイズン巻き込む形を取っていきましたね。このロイちゃん生かして真ん中マルチまで折れればいいなってプランだと思うので、さあ、タウンホール起動していって、ここは追いラバしていって、タウンの爆破に合わせて一気にヘイストトームでこのポイズンを切り抜けていく。さあ、隣側の防衛施設を削っていくことで、ロイヤルチャンピオンを無理くりこの真ん中マルチへ誘導するという流れなんですが、しっかり入りましたね。さあ、ロイちゃんブーメラン使ってさすがに折り切って、さあ、投石の方までロイちゃん伸びていって、このロイちゃんめちゃくちゃ仕事してる。さあ、インビジブルでしっかり隠していきつつ、ロイヤルチャンピオンをストライカーで刺していく。さあ、対空砲まで伸びていって、このロイちゃんの活かし方がね、このトツウィズラバル上手い人たちの刺し方ですよ。クラウスとかね、ホッサンとかね、本当にね、スーサイド系の人たちは本当にヒーローの延命っていうのをね、本当に大事にしてますね。さあ、ラストヘイスト使っていって、前回ガーサスと。いや、うまいね。圧倒的。さあ、カズマくんは、ドラグバかな？コウモリ6発。ライトニング2発、クイック1発のドラドラのコウモリみたいな、ドラグバみたいな感じですね。さあ、ババからのホグからのバルーンを使っていって、シューターをケアしつつ少し伸ばしていく。アーチャータワーの射程に入ってるんでね。ダメージが入らないようにやっていくと。さあ、テスラがないこともこのバーバリアンで分かりました。今のタイミングでやるとね、会った瞬間に今、このファイヤースピリットがテスラにも入りますからね。さあ、タウンホールは結構早めに揺らしていきつつ、タウンまでは大工かかってないので、さあ、しっかりと刺さりましたね。さあ、対地クロスもタウンホールもギリギリかからないところ、これしっかり配置見て、かからないねと見抜いたところです。クロスまでダメージ入るとワンチャン、裏の対地が壊れてみたいなパターンもあるか。さあ、ヒーローで両サイドカットしていって、ドラゴンパーとスタート。ライダーまで添えていって、ショテトームかな。ナイスレイジショテトーム。対地まで折れるの強いぞ。うわー。強え、それ。めちゃくちゃ強い。さあ、シューターこれ対空までいけそうですね。強い強い強い。さあ、援軍に対してはポイズンをかけていきつつ、うわー、いいホーミングだ。さあ、フリーズまで使って対空砲を見てますね。対空とクロスを削っていきつつ、ただフリーズがもう一発しかない。
さあ、微妙なところ、タゲ取れるか。怪しかったのでフリーズかけましたね。少しコウモリが早かったので、ただこのタイミングでやらないと、結局対空入っちゃったか。対空砲からコウモリのターゲットで取って、ウィズ島も守ってみたいな、そういうタイミングで投げ込んでいったんですが、どうでしょうか。さあ、これシングル IT まで一気にコウモリが押し切って、マルチかかってるんですけど、数がすごい。さあ、ウィザードの塔も残ってるんですけど、圧倒的火力で押し切って、ロイちゃん残って GG と。さあ、援軍スーパードラゴンもここから登場。このシューターの活かし方めちゃくちゃ強かったですね。さあ、両ヒーロー、能力が残りつつ、援軍ラバイター。おお、めちゃめちゃなんか出てきてる。さあ、ラバパピーに対してブーメランが飛んでいきつつ、前回ガーサスと。前半戦終了いたしまして、こんな感じ。ギリギリですが1個 97% で防衛と一歩リードですね。この 3% のリードはでかいですよ。本当にね、一つ防衛できるかどうかってね、気持ち的にめちゃくちゃ楽になります。こっからだってこけなきゃ勝ちじゃんってことをシンプルにめちゃめちゃ気持ち的に大きい。97っていうラインも見えたしね。さあ、ここから後半戦やっていきたいと思います。さあ、後半戦クラウス。スケルトンインビジブルコウモリにスーパージャイアントが2体入ってますね。スーパージャイってね、結構ね、縦ユニットとして優秀なんですよ。HP 高いからね、10枠で。かなり、ガンをつけていく。シューターが大砲に叩き込みに行きましたね。さあ、スケルトンインビジブルコウモリスタート。ここシューター強いな、確かに。さあ、大丈夫そうかな。ダイクも多いところだったんですが、しっかり通っていって、ヒーローを横からスタートしていきます。クイーンでサイドカットしてキングをこの投石とクイーンのサイドに入れていきつつ、クイーンはクイーンでこのマルチを見ていくわけですね。さあ、スーパージャイアント登場。ロイヤルチャンピオンまで追加で出してフリーズかけるかなこれは。かけずにフィストでいけそう。クロスまでいけるかどうかちょっとわかんないですが、リクスケとかなさそうですね。強い。クロスまでいったら強い。いけ。こっちにかなりテスラ固められて、クイーンロイちゃんパートがかなり捕まってる。さあ、ブーメラン使いまして、突破成功。タウンホールの方は、クエイクで揺らしてるんですが、どうでしょう。このバックアードシューターがしっかり仕事できるか。イーグルの方までね、クイーン入れば最強だったんですが、さすがにプラン的にここまでは見てないと思うので、さあ、追いラバしていって、ここでクロークも合わせて一気にこれは、クロス、イーグルと折り切りまして、いいフォローですね。キングにこれは捕まってしまいますが、いいタイミングでのスタートでした。さあ、タウンホールの方しっかり打ってますね。さあ、初手ラバストライカートームでロイヤルチャンピオンまで消費していきつつ、タウンホールはシューターでゲットと。強っ。さあ、フリーズもしっかりパーフェクトなフリーズ決めまして。さあ、フリーズと、呪文がたくさんまだありますね。ロケバル走りつつ、フリーズがっつり固めて、ヘイストまで勝っていって、これも圧倒的全開だ。サードやインビジブルか、さすぎる。これは圧倒的ですね。バックアードのパートがたくさんあったな。強っ。スーパーボーラーですね。結構レジェンド系の編成そのままというような形だと思いますが、今回は突撃艦型なのかな。突撃艦セット。まずはお出火で3時側からスタートしていきます。ほんとショートのお出火ですね。きっと重要な防衛説もないので、本当にサイドカット用のお出火をまずは始めていきつつ、穴開けがもうすでに両次サイドキングまで使って、ウィザードネクロ。さあ、ベビードラで逆サイドサイドカットしますが、テスラが見えたので、ここに対してバルーンを一気に使っていって、キングを6時の区画へ入れていき、
さあ、アイゴレからのスーパーボーラ登場。ストライカーまでキングにしっかり当てていって、キングサポートしていきますが、ちょっと火力が高い。さあ、早めにフィストを使って流れないようにサイドカットしていって、真ん中ジャンプフリーズでイーグルを固めていきます。さあ、イーグル固めましたが、ここトームまでかけていきましたね。さあ、ここ一気にレイジトームで真ん中進みつつ、トームどうだろうな。ここでトーム打ちたい感あったんで、ちょっとイーグルとのフリーズとね、被った感はありましたが、どうだろう。さあ、援軍も捕まっていって、タウンホールがギリギリ残っている。さあ、撃て。ボラ、ナイス。さあ、スケルトンでタゲを取りきれないロイヤルチャンピオンはブーメランを放っていきまして、微妙なライン。さあ、裏から突撃機関が飛んでくる。さあ、対空砲にホーミングが2発あったので、ここを弾け飛んでしまいますが、裏のレイジーエティでシングル対地クロスあたりを見てた形かな。クイーン耐えろ。俺、うおー、巨爆。さあ、対地寄り切り、クロークがまだ残ってますね。さあ、なんとか、うわー。ヒーラーが全部ここで潰れます。巨爆。どうだ、微妙なライン。クイーン。小爆強い。さあ、ウィズ追加でネクロパート伸ばしてますね。最悪97を超えればというところなんですが、さあ、大砲に少し捕まっていって、どうだ？ウィズ島がスケルトンに対して強い。耐えろ。さあ、頑張れ、ビザード。ターゲット取るんや。いいよ。スケルトンがうまいことターゲット。うお、ナイス。さあ、96%？ あと 2% ですが、連装迫撃砲が構えている。さあ、ウィザード。ウィズが優秀だな、さっきから。さあ、ウィザードがかなり優秀。しっかりターゲット外していきますが、時間がない。まさかの97で並びます。さあ、最終アタックやっていきましょう。まさかの97ドローなのでね、裏で対戦相手が3連チャン取っていった場合は、こっちも前回取る前提ですが、同点になりますね。その場合、時間勝負になるんですが、若干時間の方が怪しいですね。今のも時間切れですが、ファーストアタックのね、相手の方がね、結構早かったので、時間勝負だと微妙なラインになってくるかもしれません。当然攻めてる時にね、そんなことは知らないので、時間のことはできるだけ早く取れればいいなぐらいにしか思っておりません。このラストアタック。同時に攻めてますからね、相手の結果も味方の結果もわからない状況で攻めてます。さあ、両サイド一応ね、流れることはないと分かってましたが、どっちにしろ削れるので、両サイド削ります。さあ、キングをこの投石区画ですね、誘導していきつつ、ボールブレーカー。さあ、イエティを対空砲の方にね、ひょいっと投げていきつつ、バスターを使っていきます。結構ね、ウッドランチャーの感覚で出しちゃったんだけどね、速え足こいつ。バスター使うことなんてないからね、普段。速いですね、足。さあ、キャバクト、おお、強っ。一瞬で吹き飛ばしてくれた。さあ、シングル IT 捕まってるので、ここもフリーズ。結構フリーズは打っていいようにね、今回フリーズ5枚編成のグイラバです。さあ、届けていきまして、イエティを、この、シングル IT に届けていくと。突イエティにするとホーミングチェックとかもね、結構必要になっちゃうし、結構トラップゲーになって、運ゲー要素もね、いろいろ出てきちゃうので、バスターだとフリーズは使いますが確実に届けられるというところでバスター採用です。さあ、裏のテスラも拾っていきつつ、ラバルパートは下からスタート。さあ、ストライカーでラバ出さないでここまでギリギリまで貯めまして、ラバからのストライカー全部パトーム。さあ、こうすることでこの対空砲残ってるんですけど、一気に空罠解除していただきます。ありましたが、赤バクも結構パピーで見れましたね。さあ、クイーンの方が HP ギリギリになったので、ここは一旦インビジブルでかわしていきつつ、ロイちゃんとクイーンの能力を残した状況で最終区画へ。さあ、フリーズがあるのでフリーズもかけていきつつ、いいですね、ロイちゃん頑張ってます。このロイちゃんウォーデンが強いですね。
さあ最終区画も外につながるようにねウォールブレーカー2枚持ってきて、一応ケアはできてたのでクロークも早めに使っていきつつ、さあ裏あとほんと回収早めていくだけなんですが、微妙にテスラがうざいですね。このテスラが回収を早めさせてくれない。ユニット出せないこれは。さあなんとかただこれで全開取り切って497% 星14クイーンウォーカーズです。さあ対戦相手もね97取ってたんですけどどうなったでしょうか。結果はこちらと。危なかったですね。14対13というところで。さあ最終的にはただ前回結構取られまして96と97の防衛なのでね、知らないクランではあったんですけどね、かなり前回と危なかったですね。すごい名前だね。エルメイダニの後ろに名前つけていくスタイル、だいぶクラン名で名前取ってますね。とりあえずねこれでシードがあったので2戦ですが3回戦まで進出しっかり勝ち上がりまして、次の対戦相手は日本クランの SG トリステラというわけでね、クイーンオカズカップでも対戦しましたし、その後も1回ぐらい対戦あったかな大会で、いい感じにねちょっとね97で並んだようなね展開の時はちょっとヒヤッとしましたが、残り1分といってもね終わった後に自分の攻撃が終わった後にまだ攻めてる人たちがいるので、97並んでるじゃん防衛しろって思ってね最後のアタック見てたんですけど、そうだ時間がねそうほら1秒だけ負けてるんですよこれ。だから前回取られてたらね本当に危なかったんでね、想像よりもちょっとヒヤヒヤした対戦でした。はい、ちょっとこの辺はね伝わりづらいところかもしれないんですけど、ちょっとヒヤヒヤしたよっていうそういう対戦でした。というわけでチャンネル登録お願いします。次はどうしましょう。その